こんにちは。こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。今日は女性社長インタビューということで、ワソミ株式会社の井上社長にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からお願いいたします。はい、私ワソミ株式会社の代表の井上智子と申します。商品は、ワソミ 3D 着物という立体裁断立体縫製の洋服のように美しく5分で着れる着物のフルセットのオーダーメイドのブランドのオーナーとしてデザイナーもしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。着物の、販売、直接販売になりますか？そうですね。卸もやってますし、卸もやってます。やってらっしゃる。はい。今日も素敵なお着物でいらっしゃいますけど。これも洋服の生地でロとかシャに見立てた丸洗いのワイロンの丸洗いの 3D 着物です。3D 着物、しかもあれなんですよね、着やすい、簡単に着れるという、もう立体的にこうなるように作ってるので、会社は始められて何年目になられますか？今個人が3年で法人が4期終わって、5期目に入ったばっかりですので、8年ですね。起業をされた理由というかきっかけを教えていただけますか？きっかけは、アメリカに娘が留学をしてまして、で妹がアメリカに、結婚をして移住をしてて、で着物を着たいけど着れないからということで、私が婚礼着付け師だったので、私の技術を着物の中に入れて 3D 着物を作って送ってあげたら、10年以上前になるんですけど、スカイプでやり取りしたらうまく着れてすごい喜んだので、着付け師ない呉服屋さんない着物専門クリーニングがないという、着物を着る環境一切整ってない海外に住んでいらっしゃる日本人が喜ばれるんじゃないかなと思って、インターネットのオーダーメイドブランドとして立ち上げたというのがスタートです。起業される前は着付け師をずっとやってらっしゃった。婚礼着付け師で、実家も美容室で、小学校5年生の頃から母に連れられて助手してました。日曜日はそちらの着付けの方はもうプロなわけですね。もうプロ中のプロなんです。3D 着物というと多分なんだろうって思う方も多いと思うので、ちょっとご説明いただいていいですか？簡単着物っていうのは世の中にたくさんあるんですよね。二部式をはじめ、ただやっぱり女性経営者がちゃんとした式典とかに着ていけるようなものじゃなくて、浴衣よりもちょっとおしゃれ着に近いっていうカジュアルが多くて、きちんとしたお太鼓帯とかもないんですよね。だからその感じじゃ私は満足できなくて、きちんとしたところにも遜色ない美しい着姿で、本当にフォーマルな形でも海外できちっと出席できるようなっていう形で、こだわって、パターンを起こして、でオートクチュールという形で洋服と同じ考え方で立体的に作った着物っていうことになります。世の中にいっぱい簡単着物っていうのはあるけども、それとはちょっと違う、もう全然似て非なるものです。立体に作ってるということは本物の着物とも変わりがないぐらいのっていう形ですよね。本物の着物っていうのはもう長方形のただの集まった形で、デザインっていうのはその着せる時に着付け師が抜いたりとか、上げたりとかいろんなことをするんですけど、洋服っていうのはそもそもそうなるようにパターンナーがパターンを起こして立体裁断して立体縫製するので、着る時にいろいろデザインを変えていろいろ自分ですることってないですよね。人からしてもらったり、だから洋服の考え方で美しい着物姿をパターンに起こしたっていうだけのことなんですけど、だから最初から抜けてます。無理して引きずり下ろすんじゃなくて、最初からきれいに着れるってことですね。くり抜いてる襟もっていう感じ。素人でも簡単に着れるっていうことですか？もう完全にもう本当に美しく5分で着れます。5分でですか？それは嬉しいですね。もうそうなるように作ってるからですね。それを井上社長が発明されたっていう。そうです。開発して国際特許取って、だからもう本当に準備にものすごく時間とお金をかけました。それはその娘さんの留学からってことですか？きっかけで作ったっていうのが、そもそも仕事として考えたんじゃなくて、娘と妹のために作ったらすごく喜ばれたから、じゃあもう世界中の日本人も喜ぶかもね。
こう8年やってこられて、はい、いろんなまあいいこととか大変なこととかあると思うんですけど、はいはい、一番苦労されたことって何ですか？もう本当に一番苦労したのは生地メーカーを見つけることです。理想の生地メーカーを、はい、だからもう本当丸洗いの大アイロンなのにシルクと違わない手触りとか、体のなじみ方とか、そして美しい色柄の和柄だったり無地だったりとかいう洋服の生地なので、それを探す。洋服と生地なので簡単に洗えるってことですね。そうです。もう洗濯機で洗える。そうです。ネットに入れて洗濯機で帯も襟もくしゃくしゃにならないんですか？ならないですか？もうノーアイロンで元の生地質に戻るんです。すごい。だから夏とか嬉しいですね。そうなんです。だからもうその生地メーカーを探すのに多分2年ぐらいかかってると思う。そうですか。適した生地を探すのに苦労された。でこの生地メーカーに出会わなかったらもう起業しないって決めてました。そうですか。それが無事見つかって。海外で無理ですもん。クリーニングとかアイロンとかいろいろ難しいことがついてたら、無事見つかって商品化されたっていう。そうなんです。そうなんです。それともう一つはオートクチュール出身の匠の職人チームを作ることにすごく時間がかかりました。もう和裁師には頼む気がなかったので、手縫いだからですね。だからもう職人と生地メーカーがもうとにかく8割大変でした。大変だった時とかにこう助けられた言葉とかありますか？あります。もう大好きな言葉なんですけど、3つあるんですよね。1つは、明けない夜はない。明けない夜はない。はい。でもう1つは、夜明け前が一番暗い。もう明ける前が暗いよね。もう夜明け前が一番暗いらしいんですよね。だからもうすっごい苦しい時に、夜明け前なんだって思えるから、その言葉がすごい好きで。でもう一つは我を忘れて夢の中、無我夢中。この3つがもう本当に大好きな言葉です。無我夢中になれば成功するってことですよね。はい、そうです。が好きです。なんか困難脱出法とか、なんか大変だった時にストレスが溜まったりとか、イライラした時とかにこんなことやるみたいなことあります？どちらかというと、今一般社団法人グローバル若手ワイクというのをお遊びの社会貢献事業として立ち上げてるんですけど、やっぱり健康が一番なので、イライラしたりいろんなことをすると、せっかく食べたビタミン C を壊しちゃうので、しないようにしてます。イライラしないように体に良くないと。そうもったいないというような発想の方が重要なので、せっかくのビタミンがなくなってしまうと、食べた自分のビタミンがその嫌な目にあった瞬間でも十分なので、繰り返しなんか自分で疑似体験を胸の中で重ねないようにして、もう考えないようにしてます。なるほど。ただもう次こういうことがあったら、人が変わっても同じことあると思うので、次こういうことがあったらこうしようっていう自分の解決策みたいな、もう自分が変わる手段手立てだけはもう真剣に考えます。悩んでももったいないから、もう次のことを考えるってことですね。そう、もう次こういうことがあったらこうしようって決断する。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。今何か事業で力入れていらっしゃることありますか？その健康事業ですね。健康事業。でこの間のズームのセミナーでもやっぱり今からは医学から予防医学で予防医学から健康増進医学の方に行くと思うんですよね。それで遺伝子検査をしてリスクを見つけて、そのリスクヘッジをする日本古来の孫は優しいという日本食の栄養指導しながら食事指導して健康にしていくというのを社会貢献としてやっていこうと思って、新しい事業を立ち上げる。そうですね。一般社団法人はもう立ち上げたんです。去年の10月に。ただまだ行動は準備中で、スタッフの育成とか準備とかを今一生懸命楽しんでやってます。なるほど。新しい食の事業ってことですか？食事、遺伝子検査をして、その本人の個体差を見出した後に、それに合わせた栄養指導、食事指導をして、病気の予防という健康増進をしていくっていう。今後目指していくところ、目標ありますか？目指していくところは、着物も今の社会貢献の和活と和育も、もう着物の中にも
入るというよりその中にわさびが入るみたいな感覚なんですけど、はい、まあ、10カ国の国際特許を取ってますので、はい、その10カ国の主要都市で毎年毎年ジャパンデーっていうのが行われてるんですよね。だからそのジャパンデーにわさびが出展して、でその日本人会とか福岡県人会とか、まあ、いろんなところに出向いていってパフォーマンスして、でその和活や和服をしていきながらご愛用者様ができたら、そこで、まあ、日本からもたくさんツアーを組んで、で、まあ、美しい街並みを着物でそぞろ歩きしてジャパンデーまで行って、そしてレストランを貸し切って、ご愛用者様にフロアランウェイしていただくというファッションショーをするっていうのが、まあ、今の夢なんです。で日本ではもう7回ぐらいやったんですよ。あ、そうですか。ファッションショー銀座でもしたし、で本当宮島の大聖院でもするようにしてたんですけど、国際展開に向けてですね、ただコロナでも中止になったから、来春にまた延期したんですけど、世界中でそれを展開していきたいなと思ってます。世界中でそのファッションショー、するというところが目標ですね。そうです。ご愛用者様にランウェイしていただくファッションショー。素敵ですね。私も出たいわ。ぜひぜひ出てください。これから起業したい方にメッセージがあったお願いしますか。そうですね。私も本当にただの美容師だったのに、こういうファッションでもないデザイナーも何にも勉強してないところで始まったので、もうとにかく動く、もうたくさんの人に会うことと、たくさん動くことと、たくさんプレゼンして回ることの中のほぼほぼ1割か2割のいいことを積み重ねていろんな出会いがあってきたので、まあ、一喜一憂しないで会う人の数と起こすアクションの数を重ねてください。たくさんの人に会うってことですね。そうですね。もう動くしかないと思います。動くしかないと。まず結果はもう動くの中からしか出てこないですよね。結果は動かないと脳みその中から結果が出ることはまずないと思う。そうだと思うんです。はい、ありがとうございます。最後になりましたけども、何かこう PR したいこととかあったら、着物は買いたい方は何かこう検索をすると出てきますか。そうですね。ワソミ WASAMI と英語でこう入れた。大文字でワソミと入れていただければ。ググっていただければ、ホームページが出てきますので、そこから買えるんですね。もうほぼほぼご愛用者様がモデルになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。この YouTube の詳細欄にもURL 貼っておきますので、ありがとうございます。興味ある方はクリックしていただけたらと思います。いやもうとにかくより多くの人に伝えたいので、ぜひホームページ見ていただいて、体験をしてしたい方は。博多駅にプライベートサロンがありますので、無料試着体験できますので、問い合わせの欄にメッセージを入れていただければ、完全予約制なのでよろしくお願いいたします。わかりました。本日以上になります。どうもありがとうございました。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。